空音の見えない世界のお話。こんにちは、空音和美です。今日は肉眼で見えないものを見るとはどんな感じっていうところからお話をしていきたいと思います。ただこれは私だけのお話なので、他の方がどう見えてるかは分かりませんので、そこはご了承ください。で、私が見えないものを見るときっていうのは、脳裏に映るものをキャッチしてる感じなんですね。だから肉眼ではっきり見えてるっていうわけではないんです。肉眼で見えてるように感じるものは大まかなラインのようなものだったり、シルエットとかそんなのは見えてるかなっていう気はするんですけれど、色や形や質感っていうのは多分脳裏の方で見てる感じです。だから見えてるっていう表現も合ってるかって言われたらどうかなとは思いますけど、そんな風に捉えています。そして私は自分にとってポジティブになるものしか見ないって決めてるので、見ようとしなければ見えないってことがほとんどです。何でもかんでも見えちゃったらちょっと怖いですもんね。それでオーラを見るときもなんとなくここに線が見えるかなとか、大まかな形のようなものまではわかるんですけど、色はねあまり見えてないんですよ。でもそこを見てると緑とか赤とか黄色とかね、言葉が浮かぶんですよ、私の場合。それでそこの色もしかしたらそうかもっていうふうに思って、で一緒に見てる人に確かめるとそうだよって言ったりするんで、そういう変わった見え方です。でもこの頃はね、ちょっとだけ色も見えてくるっていうことも起きてはいます。そしてオーラを見てるとね、一緒に見えてくるものがあって、トーラスって言われてる頭上から上後のように末広がりになってね、肉体を取り巻いているエネルギーの渦っていうのがあるんですけれど、そのねラインが見えたりもします。そしてね、頭上からまっすぐ上に伸びる光の筒状のものも見えるんですけど、これ皆さん見えます。なんですけど、その先にね、この頃はね、宇宙船がくっついてるっていうのを何人かの方にね、見たことがあります。でこれもやっぱりね、友人と一緒に見てたりすると、同じ見解なので、おそらくそうなんだと思います。でそういう方はきっとね、何がしかのサポートを受けているんだとは思います。自覚あるなしにかかわらず。それからガイドや守護霊と言われている後ろで守ってくださっている方も、シルエットまでは肉眼ではわかるんですけど、色や形、質感などの詳細な部分っていうのはやっぱり脳裏で見てると感じています。詳細がね見えず輪郭だけしか見えない方もたまにいるんですけど、その場合はきっと今は用がないんだろうなとは思ってます。そして守護してくださっている方々なんですけど、そう言うとね、かなりの人がね、私にも守ってくれてる人いるんですかとか言うんですけど、いるんですよ。いない人はね、今のところ見たことないです。でね、一人にだいたい2、3人くらいは最低でもいるように私はね感じてます。たまに一人しか見えない場合もあるんですけど、でもね、それはきっとその時々のメインでサポートしてくださってる方が見えてるんじゃないのかなって思ってますんで、やっぱりね、2人は最低でもいると感じています。そしてね、本当に時々なんですけど、後ろのサポーターの中に観音様のような感じの方とか、不動明王みたいな人とか、そういうね、ちょっと有名人のね、風貌の方々もね、いるんですよ。そのものズバリそうなのかどうかちょっとわからないですけれど、それからね、明らかにね、いや、これ絶対宇宙人だよね、なんてね、思える人もいました。で、それとは別に、竜や天使がそばにいる人も多いです。で、竜はね、何体も、天使もそうですけど、何体もいる人もいます。でもその方々はね、全員についてるわけではなくて、その方々と縁のある人たちについてるっていう感じです。天使がサポートしてくれてる人たちっていうのは、天使の羽をつけてることが多いんですよね。でここのチャンネルでもお話ししましたけど、背中にね白鳥のような生々しい羽を見たことがあるんですけれど、その人たちはねアースエンジェルって言われてる人たちだと思います。でさらにね、羽もね様々な大きさがあるんですよね。でそして3枚ずつついてる人とか、1枚のね、1枚っていうか両方で1枚なんですけど、あと2枚羽って言われてる人たち、3枚羽って言われてる人たち、そういう人たちもねたまにいます。他にもね、その羽で言うとピーターパンのティンカーベルの羽のような細長い
トンボのような羽っていうか、そういう羽をねつけてる人たちもね見たことがあります。でその人たちはねいかにも自然なアロマが好きな感じのナチュラル系の人たちだったりとか、ちょっとねふわっとした天然ちゃんかなみたいな感じの方にね多いかなってちょっと感じてます。もうそういえばその天使の羽と妖精系の羽をね2つつけてた方もいたことありますね。面白いですよね。でそれから、肉眼では見えないものっていうことでお話しすると、私のセッションにいらした方との出来事なんですけれど、話が一段落した頃、なんとなくその方の背中のあたりが気になったんでね、意識をそこに向けてみたんですよ。そしたら左の背中にね白い剣が2本、長いのと短いのが刺さってんのが見えたんですよ。で実はね剣が刺さってるのを見たのは私は初めてではなかったんですけれど、やっぱりね白く光ってるとはいえね気持ちのいいものではないですよね。ここまで刺してきてしまった背景とかね、そういうのを考えるとやっぱりちょっとね複雑な思いがあります。そうしたらでもそれでね見えるってことは抜いていいものなんだろうと思ったんで、その方に許可を取ってね抜いたんですよ。でそしたらねその方が、左の肩がいつも痛かったけどずっと痛いからそれが当たり前だと思ってたって言うんですよ。でもね抜いたらずっとあったその痛みがすぐになくなったって言うんですよ。びっくりですよね。でね後でわかるんですけれど、その剣っていうのは実はその方の過去性で、その時の自分を戒めるために自分で刺した剣だったっていうことが後でわかるんですよ。本当にどんな辛い思いしたんでしょうね。でもそんな風に見えない世界で起きたことがね実際にこちらの世界で作用するってことは実は珍しいことではないんです。だから見えない世界は別次元の話ではなくって、自分で分かっていなくても私たちとしっかりつながってそこにあるっていうことなんですよね。そして、ちなみに私がオーラを見る時のやり方なんですけれど、眉間の周りに意識を合わせてほんの少し見上げるような感じで焦点合わせないようにぼーっと見るようなやり方だったりとか、目が良くなるっていう 3D アートの方を見る時のように目の焦点を遠くに持っていくような、そんな感じで見るっていうやり方をしています。で練習としてね、まずは自分の手のひらをぼーっと壁にかざしてみたり、これも真っ白い壁が見やすいとか黒っぽい方が見やすいとか、いろんな方いるんですけど、そのね手をねぼーっとね眺めてると縁がね白っぽい光が見えてきたりとか、そんな風にだんだん見えてくるコツがつかめてくると思うので、練習していくと見えるようになると思います。ということで取り留めのないお話になってしまいましたが、今日のお話はこれで終わります。それではまた。